どうもありごとうです。今回は破竹の勢いで世界中に広まっているホヨバースが送る超人気ゲーム崩壊スタイルをご紹介していきます。まずはこちらをご覧ください。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。騙されたのか。スローでもう一度。どうですか、この圧倒的なハイクオリティのエフェクト。超かっこいいですよね。飛行鳥と呼ばれる鳥を操縦して目的のものを捕まえたり、マグネティックサーキットと呼ばれるパズルを解いたり、任意のコマンド入力指定回数を入力して出口にたどり着いたり、これが2つ目の回で2つ目の選択肢。私はこのサバンに異なる答えを作り出した。でも計算だけじゃ味気ないでしょ。臨機応変に対応して兵が攻めてくれば小で防ぎ、紆余曲折を経て結末にたどり着く。少しの計算と少しの未知、そして少しの制御不能な要素が美玉パイを、生活の面白さを構成している。目の前の対局が必ず負けるからって私の選択は無意味なものになるの？そんなことない。だって選択そのものに意味があるんだから。どうですか？ハイクオリティなビジュアルや迫力満点のエフェクト、飛行鳥という鳥を操縦して目的のものを集めたり、さまざまなタイプのパズルを解いたり、アニメーションの完成度の高さ、人生を麻雀牌に例えた共感してしまう静寂の熱い語り、一つのゲームの中に多種多様な要素が盛りだくさんでしたよね。崩壊スターレイルはスペースファンタジー RPG ゲームで、開拓者が仲間と一緒に請求列車に乗り銀河を冒険しながら開拓していくというストーリーになっています。冒頭で超人気ゲームと言いましたが、どれくらいの人気なのかというと、崩壊スターレイルはホヨバースによって2023年4月26日に配信開始されました。その2日後の4月28日には全世界でダウンロード数が2000万人を突破。同年7月には8000万人。日本の人口が約1億2500万人ですので、わずか4ヶ月間で日本の総人口の 64% に相当する人たちがダウンロードしたと考えれば、ものすごいことですよね。なぜスターレイルをおすすめするのか、2つの大きな理由があります。シンプルな操作性、キャラクターを自分好みにカスタム育成ができる。操作が楽だから技を繰り出すのにコマンド入力をいちいち覚える必要がない。画面左下の赤丸で囲ったアイコンで進行方向の決定と移動速度の調整を行うことができます。さらに右下のこのアイコンを選択するとダッシュすることができるようになります。敵が現れたので秘技を使って凍結フィールドを展開。攻撃のアイコンをタップしてバトル開始です。攻撃手段は向かって右から戦闘スキル、通常攻撃、必殺技の3パターンで EP ゲージが満タンになると必殺技を放てるようになります。渓流が戦闘スキルで攻撃し必殺技の威力を貯めます。月光を剣にとす。この月下で
全てを照らさん。操作はたったこれだけ。どうですか？簡単ですよね。はい、簡単。キャラクターのカスタム育成については、光円錐、奇跡、異物、精魂の4項目を自分の好みでカスタムしていくことができます。育成に関しましては、作品が完成次第動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。キャラクターには星4と星5の2種類があり、星4キャラクターは配布や交換で入手できます。一方、星5キャラクターは跳躍と呼ばれるガチャで入手可能です。跳躍には期間限定と工場の2種類があり、それぞれ正規専用チケットと正規チケットを使って回すことができます。これらのチケットは配布や交換で入手可能です。ここがまたスターレイルの素晴らしいところで、星5キャラじゃないと強敵を倒せないなんてことは全くなくて、星4キャラクターでも最高難易度のクエストをクリアできるようになっているんですね。星4と星5キャラの違いは、ステータスや能力の数に若干の差があるといった感じです。故に無課金でも楽しくプレイすることが可能になっています。リリース当初、スターレイルの開発に携わっていたスタッフは500人だったそうです。ストーリー性、キャラクターの個性、アニメーション技術、BGM、そしてゲーム構成。このスターレイルには500通りの思考とユーザーの意見が取り入れられて作られている。だから面白いんです。だから飽きないんです。ある程度やり込んでみて先が見えてくるとつまらなく感じてきて飽きてきちゃったりしますよね。もちろん個人の価値観はありますので一概には言えませんが、やって楽しいこと間違いなしのおすすめゲームです。物事には優先順位というものがありますよね。スターレイルでも優先順位は存在します。このコーナーではここだけは押さえておきたい、最も優先順位の高いやるべきことをご紹介していきます。スターレイルではキャラクター育成が非常に重要です。強いキャラクターに育成すれば高難易度クエストをクリアできるようになり、そうするとより豪華な報酬がもらえるようになるので、跳躍を回す資金に充てたり、育成のためのリソースに充てたりすることができるようになります。そこで日々押さえておきたいおすすめのルーティンワークがこちら。デイリー訓練、パムのお使い、ホヨラブログインボーナス、ホヨラブ期間限定イベント。このページをスクリーンショットするかチャンネル登録して忘れないようにしてくださいね。聖玉、信用ポイント。この2つは最も重要なアイテムです。聖玉は跳躍を回すための正規チケットに交換したり、育成素材用クエストをやるための開拓エネルギーとして使います。信用ポイントは育成する時のコストとして使用されます。これらのアイテムはいくらあっても困りません。消費税はおろか確定申告する必要もありません。ホヨラブで付与されるアイテムは聖玉や信用ポイント以外のものもありますが、そのほとんどは必要なものになりますので、やっておいて損はなし。作業時間は5分もあれば全てできます。付与される聖玉と信用ポイントは次の通りです。デイリーミッション聖玉60、信用ポイント 57,700、デイリークエスト信用ポイント5000、パムのお使い信用ポイント8000。パムのお使いは1日複数回できる場合もあります。デイリークエストは画面右上に並んでいるアイコンの一つ、スターピースガイドの中に入っています。いくつかミッションがあり、ミッションの内容によって点数が付与されています。累計で500ポイント分やれば OK。 信用ポイント5000付与されるデイリークエストからやっていきましょう。このアイコンを選択すると未消化のクエストを確認することができます。追跡を開始するとマップが出現し、クエスト開催場所が表示されますので、そのまま進んでいきます。ミッション完了した時点で信用ポイントが即付与されます。パムは請求列車の車掌で列車のラウンジにいます。マップを開いてラウンジに向かいます。あれ、いないなあ。どこだろう。あ、いたいた。パムに話しかけるとプルダウンリストが展開されますので、びっくりマークがついているセリフを選択します。マップ下の案内に沿ってミッションを達成すれば報酬ゲットです。
上限500ポイント分のミッションを消化して報酬を受け取ります。まだホヨラブアプリをダウンロードしていない場合は Apple Store か Google Play のアプリを開いてホヨラブをダウンロードしましょう。画面最下部にある左下から2番目のアイコンを選択。ログインボーナスはこちらで受け取れます。オレンジ色の項目を選択すると数分後にスターレイルにボーナスが付与されます。最後にログインの隣にある旅するミモにアクセスします。ここは期間限定の特設ページになります。画面下にある任務をこなしてポイント獲得を選択。表示された任務を消化していきます。ポイントを貯めて交換したりガチャを回して抽選することができます。抽選に当たればこのような豪華商品がもらえます。スターレイルでは時折シリアルコードを限定発行しています。シリアルコードの入手は YouTube のスターレイル公式動画内やホヨラブの投稿でその情報を得ることができます。シリアルコードの入力ページ URL を動画説明欄に貼っておきますので URL をコピーしたりブックマークして活用してください。サイトやホヨラブ内で検索するという方法もあります。ピンポンパンポーン。これはスターレイルをプレイしていてアカウントの紐付けを済ませておいてくださいねってことです。アカウントの紐付けをするホヨバースの通行証がこちらです。さて今回の動画はいかがでしたでしょうか。ご不明な点がございましたらコメントしてくださいね。動画説明欄のご確認も忘れずに。またこの動画が参考になったらいいねやチャンネル登録、他のスターレイル動画もご視聴お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。